ご視聴ありがとうございます。今回は、とある地方私鉄にできた、ある施設のご紹介です。現役を退いた古豪に用意された舞台と、そこに並ぶ一両一両を解説していきます。あの手この手で収益アップを図る鉄道会社の波乱の歴史と、駅の外にある隠れた名所、1周年を前に行われる企画にも注目です。ここは、東海道新幹線と東海道線、伊豆箱根鉄道が乗り入れる、三島駅です。東海道線に乗り換え、今回ご紹介する路線の起点へと向かいます。次の沼津駅はもちろん、かつて東海道の大幹線だったこの路線の各駅はホームも長く、多数の留置線を備えた駅もあります。三島駅からおよそ20分、工場の煙突を右に見ながら、5駅目の吉原に到着です。この駅の上り線側にも多数の留置線がありますが、線路には草が生えており、架線もなく、すでに使われていないようです。線路の数こそ多いですが、ホーム自体は一面二線の単純な構造で、1日平均の乗車人員は3000人程度です。発車する列車を見送ります。駅舎はこの先ですが、接続する路線の改札へつながる跨線橋は、ホームの下り方、この後ろにあります。この跨線橋の先にあるのが、この駅を起点とする地方私鉄、岳南電車の吉原駅です。関西以外の鉄道会社で、何々電車という名称を用いるのは珍しいですが、これには理由があります。そしてホームには、2両編成の列車が停車中です。階段しかない、年季の入った跨線橋を上がります。岳南電車は、ここ吉原を起点に、9.2 キロ先の岳南へのまでを結ぶ路線。会社が運営している路線は、この1本だけです。跨線橋を降りた場所には、JR 東海の改札機が、JR 東日本の管轄エリアからも容易に行けるこの駅ですが、スイカは使えないので、現金生産する必要があります。そして乗車券は、この改札を越え、ホームに向かって右側の券売機でも買えます。食券の自販機のようですが、IC カードやクレジットカード、QR コード決済にも対応した優れものです。岳南電車には、1日フリー乗車券もあります。お値段は720円。終点まで往復すると740円なので、それだけで元が取れるお得な切符です。駅舎内にはお店もあり、各種グッズが販売されています。車両の25周年記念入場券に、延伸70周年記念乗車券セットなど色々あり、この裏側には、ケースに入ったオリジナルグッズが並んでいます。改札を通ってそのままホームに入りそうになりますが、一旦横の出口からのカットをどうぞ。ここには、岳南電車の路線のジオラマがあります。車両がないのが残念ですが、一度は見ておきたいところです。ホームに入ります。東海道線と同じ一面二線の構造ですが、ホームの長さが全く違います。車止めは簡素な作りで、横には古びた小屋があり、反対側では背後にツツジが植わっているなど、ローカル色満点の構内です。ホームの床もデコボコしていますが、線路の枕木はコンクリート製になっており、相応の設備投資がされていることが伺えます。次の列車が到着です。先ほどの車両は緑色でしたが、こちらはオレンジと赤の中間あたりの派手な色。そして特徴的な外観から想像ができますが、この車両はかつて東京の京王電鉄で5000系として運用されていた車両です。引退後、山梨の富士急行に譲渡され、2018年に岳南電車にやってきました。片開き扉が懐かしさ全開な一方、車内の座席は大半がクロスシートになり、観光需要にも対応しています。パンタグラフはすでにシングルアーム式で、ドア前には黄色い滑り止めもあり、時代に合わせて手が入れられています。このまま列車に乗りたいところですが、その前に、隣のホームに別の列車が入線です。この車両は、京王井の頭線で運用されていた3000系を譲渡された7000型です。もともと中間車だったものの両側に運転台を取り付け、1両で運転できる車両に仕立てたものです。そしてこちら側のホームの手前にはテーブルが置かれ、左側にはロープが渡されて、場所が区切られています。この日は、月に何回か実施されている運転体験の日。午前と午後にそれぞれ行われ、15,000円で参加できます。先ほどの車両は行き先表示が交換され、運転体験になっています。この手のイベントを実施する鉄道会社は他にもありますが、
専用の表示まで用意しているのは珍しいですね。なお、これは膜ではなく板を差し込むタイプで、側面も交換されています。大事な収入源だけに気合も入っていますね。車内には椅子やテーブルが運び込まれて準備が進みますが、私は運転体験には参加しないので、このまま吉原駅を出発です。川を挟んで工場の建物が見えます。この先、おおむね進行方向右側には工場、左側には住宅が並びます。最初の駅、蛇床前は、近くに工場がある会社の名称を取ったものです。そして次の吉原本町駅は、日中有人駅。岳南電車で駅員が配置される数少ない駅の一つで、ホームには屋根がびっしりついています。その後の駅はホームこそ簡素ですが、脇には側線もあります。そして、吉原の2つ隣にある有人駅と、この側線の組み合わせが、岳南電車の成り立ちから現在までの歴史、そして今回ご紹介する施設に大きく関わっています。当時の岳南鉄道が開業したのは、1949年11月。この時の起点の駅名は吉原ではなく、鈴川という名前でした。東海道線の線路は直線的に敷かれましたが、旧東海道の吉原宿はそれより北にあり、鈴川駅も市街地から離れていたため、岳南鉄道は市街地までを結ぶ路線として建設されたのです。その後路線は3回延伸され、53年1月に全線が開通します。なお、当初は今の本吉原駅が吉原駅となっていましたが、56年4月に鈴川駅ともども解消され、今の名称になっています。そして広めの構内や沿線の工場からもわかる通り、岳南鉄道は長きにわたり、貨物輸送を主軸にしてきました。昭和後期には、貨物の収入が旅客収入の 1.7 倍ほどあったのですが、80年代後半から貨物が旅客を下回り始め、95年度以降は常に貨物が旅客を下回り、2012年3月16日を最後に貨物輸送が終了、設備も徐々に縮小されていきました。構内に残る側線は貨物輸送の名残であり、線の横にあるこの建物は、かつての貨物ホームです。10年余りの間に設備は縮小されており、次のひな駅では側線が撤去され、ホームから離れた駅舎と残された架線中が、かつての映画を物語っています。貨物輸送の消滅で岳南鉄道は経営危機に見舞われ、2013年4月から、鉄道事業は子会社の岳南電車に移管されています。ひな駅を出て、再び立派な側線が視界に入ると、次の駅が、6駅目の岳南藤岡です。この駅は平日朝は駅員がいますが、今は夏休みのため、終日無人駅です。ホームの途中からは分岐器で側線が分かれており、ホームの前方には、岳南電車で唯一の車庫があります。なお、岳南電車には途中駅を始発終着とする列車はありません。この駅には構内踏切がありますが、ローカル私鉄らしく、遮断機がありません。正面にある駅舎には行かず、手前で左に折れていきます。今回ご紹介するのが、駅舎の左の通路を通った先にある、この施設、その名も、岳鉄機関車広場です。ここでは、岳南藤岡駅の北側にある側線に、機関車などが展示されています。展示されている機関車は全部で4両。これから、くせ者揃いの機関車たちを、順番にご紹介していきます。正面左に見えるのが、ED501。1928年2月、現在の川崎車両の前身である川崎造船所で製造された車両で、現在の上田交通である上田温泉電機の車両として製造されました。横から見た形状から、凸型機関車と言われるタイプの機関車です。昭和3年製造ということもあり、台車には板バネが大量に付けられ、車輪も円盤型ではないタイプとなっています。上田温泉電機で役目を終えて岳南鉄道に移籍、ではなく、1940年、愛知県の三河鉄道に譲渡されます。これは現在の名鉄三河線にあたる路線であり、後に名古屋鉄道と合併して以降、同社で最も出力の高い車両として活躍しました。その後、1969年に岳南鉄道に譲渡され、パンタグラフを1機から2機へ増設した後、2012年3月に岳南鉄道の貨物輸送が全廃されるまで、貨物の入れ替え機関車として活躍しました。なお、同型の凸型機関車のうち、他社にあった車両はすべて廃車解体されており、この1両しか残っていません。
その後ろにあるのが ED402。1965年、現在も大手鉄道車両メーカーの一角をなす日本車両製造で製造された車両です。この車両は、現在のアルピコ交通である松本電気鉄道に導入された車両。ダムの建設資材輸送に活躍しましたが、1969年に貨物輸送が終了したことを受け、71年に譲渡されました。入れ替えに用いられていた501とは違い、吉原ひな間の本線貨物列車を牽引、2012年3月の貨物輸送終了まで輸送を支えました。501よりは技術の進歩を感じさせる台車ですが、吊り掛け式のモーターが装化され、動けば爆音が響きそうな車両です。そして隣にある車両にご注目。1両だけ浮いた塗装の機関車ですが、よく見ると402と同じ形をしています。この ED403 は402が製造された翌年、1966年の製造です。製造からの流れは402と同じですが、2005年に当時貨物輸送の荷主であった会社の特別塗装として、塗装を赤とクリームの2色塗りに変更。晩年は赤色部分のみを茶色に戻した上で、貨物輸送の終了まで活躍しました。側面の文字は、その会社の名称です。そしてこの403、同じ形の機関車がもう1両あることから、およそ5年前に一般への売却が行われました。価格は大相談となっていたものの、主要機器の一部が故障していて自走できないこと、輸送費が購入者負担となっていたことなどもあって、買い手は見つかりませんでした。その後もこの駅で留め置かれており、機関車広場の開設に伴って塗装を塗り直したのです。一般販売が頓挫した車両は解体されることも多いだけになかなか珍しい事例と言えそうです。そしてこれら3両はいずれもパンタグラフが挙げられています。この側線の架線は機関車広場を作る際に通電が解かれ、パンタグラフを上げても安全に展示できるようになっています。また、この時に4両とも塗装が塗り直され、見違えるように綺麗になりました。最後の機関車がこの ED291。明らかに古そうなこの車両が、この4両の中で最も古い車両です。1926年に日本車両の豊川工場で製造されたもので、愛知県の豊川鉄道で運用されていました。これは現在の飯田線にあたる路線で、その後も豊橋などに配置された後、1959年4月に岳南鉄道に譲渡されました。この時 600V へ高圧改造されたものの、69年に岳南電車が 1500V へ昇圧するため、改めて昇圧改造される珍しい経過をたどっています。93年に運用を退いた後、岳南藤岡駅で予備車として留置されており、今回の展示車両に名を連ねたというわけです。実質的に運用を外れて30年近く、解体されずに残っていたのがすごいですね。台車の周りには巨大な砂箱が設置され、かつての活躍ぶりが偲ばれます。一方、4両ある機関車のうち、この車両だけはパンタグラフが上がっていません。塗装は他の3両と同じく塗り直されていますが、昭和元年製ということもあって屋根上の部材には朽ちているものもあり、パンタグラフを常時上げての展示は難しいようです。そしてここに展示されているのは、機関車だけではありません。機関車の後ろには、貨車が2両展示されています。これはワム8万型と呼ばれる貨車で、1960年から81年までに26,605両が製造されたものの、コンテナ車に役目を譲り、2012年3月に運用を終えています。側面には、当時使われていたと思われる伝票が、今も残っています。そして貨車の横には、もう1両の車両があります。これも吉原駅で見かけたのと同じ7000型で、広場の案内板には載っていない車両です。この車両は9000型と入れ違いで運用を外れた車両で、同型の3両の中で走行距離が最も長かったため、部品取り用にされました。ワイパーや行き先表示器は取り外され、反対側は棒連結器になるなど、すでに営業運転できない状態であることがわかります。おまけの車両も含め、展示車両はこれで全部ですが、この駅の見どころは、ここだけではありません。先ほどちらっと映っていた駅舎、時間帯によっては有人駅となるため、内部には窓口もあります。そして駅舎の内側には機関車などの写真が掲げられ、機関車広場を横から盛り上げています。この窓口では JR 線への連絡乗車券も発売されており、熱海から静岡までの各駅と、御殿場線の御殿場駅、
身延線の頼畑駅まで990円区間まではここで買うことができます。そしてもう一つの見どころが、列車接近時にかすかに聞こえる、この音。これは、この駅の下り方にある、踏切の警報器の音です。この踏切は伝承式踏切と呼ばれるタイプで、スピーカーから警報音を流すのではなく、鐘を打ち鳴らして警報音を鳴らす、昔懐かしいタイプの踏切です。全国的にも数を減らしてきましたが、岳南電車ではここも含めて複数の場所で現役であり、伝承式踏切の存在は、岳南藤岡駅の入り口にある看板にも掲げられています。岳鉄機関車広場がオープンしたのは、昨年8月。間もなく1年を迎える中、ここで新しい展開を迎えようとしています。4両の機関車のうち、ED501 を模したキャラクターが登場することになり、その愛称募集が行われているのです。募集期間は8月20日まで。ネットでの募集は行われていないようで、投票箱がある吉原駅まで行く必要がありそうです。このキャラには結構細かな設定が付けられており、その後の展開も楽しみです。そして無料で入場できる機関車広場では、不定期でイベントが行われ、その際には機関車の中にも入れるほか、グッズ販売も行われています。貨物輸送の終了以降、厳しい経営を強いられる岳南電車。機関車広場は単体では収入にはなりませんが、機関車広場でこうしたイベントをさらに行うことで、運転体験や駅舎内での物販などに並ぶ強い味方となりそうですね。沿線の工場の景色を活用した夜景列車も運行されるなど、見どころ満載なこの路線に一度乗ってみてはいかがでしょうか。ご視聴ありがとうございました。